ですね。じゃあサステナブルデザインということについて少し話を進めていきたいんですけども、私はデザインを長いことフリーでしてまして、で1990年に入る直前ですね、1988年9年あたりに、世界的にある動きがありました。でそれは、当時すでに70年代からですね、デザインに関わる人、あるいは科学者、思想家、いろんな人がどうもこのまま文明を続けていくと地球の環境が持たないんじゃないかということを心配し始めてたんですね。で、それは別にデザインに限ったことじゃないので、いろんな人がそれに対していろいろな意見を言っていたんですけれども、もともと文明ってものそのものはね、人間をこう発展させるっていうか、人間の利益を追求して、さらに快適な暮らしを、食うに困らない暮らしを作っていくっていう、そんな話ですから、それに水を差すような話は常にこう割に合わないんですね。でだからあんまり気にする人もいなかったんですけども、で私はもともとデザインっていうのをこう学んでいったこともあって、デザインっていうのはですね、他の文芸工芸、およそ芸ってものをつくものは大体そうですけども、人の欲求に関わることなんですね。人が楽しいと思ったり面白いと思ったり欲しいと思ったり心地よいと思ったりですね、何しろさまざまなポジティブなと言われるいわゆるポジティブなと言われるような反応を引き起こすこと、そのことの一つなんですね、デザインっていうのも。でただデザインが他と違うのは何かっていうと、例えばですね、竹で編んだざるがあるとします。これは梅干しを乾燥させる時に使うざるなんですけども、こんなものを竹を使ってこう編んだりしますよね。でこれが例えばすごくこう出来のいいものとそうでもないものあるんですね。これなんか目があんまり澄んでなくて安物ですけども、もっとこうきちっと作ったものもあります。で、そういうのを並べてみると、こっちの方がなんか素敵だね、こっちの方が長持ちそうだね、こっちの方がとかっていろいろあるんですけども、ただしそれをどんなにこううまくデザインしたところでですね、梅干しを干すことをしていない人にとってみれば何の意味もないんですね。たまたまこれは変な使い方してますけども、で世の中っていうのはそういうブレーキが効いてるんで、工芸っていうのは生活に本当に必要なものをこううまく作るという、で誰も別にそれをきれいに作ってほしいと思わないのかもしれないけども、きれいになってしまうとか、茶碗がですね、とても素敵だなんていう話って、よく考えてみると変な話で、飲めればいいわけなんだけど、それが素敵だっていうことにものすごい価値をこう感じたりしますね。ただしだからといって茶碗が売り上げが10倍になったりですね、100倍になったりしないわけです。そんな必要ないですからね。でしかも気に入った茶碗が1個あれば大体一生、持つわけで、昔の人はね、おじいちゃんおばあちゃん亡くなると、おじいちゃんおばあちゃんが使ってた茶碗は割って、おしまいと。次にまたその子供たちは別の茶碗を使ってるわけですけども、どうも工業生産とデザインが一緒になっちゃうとですね、デザインで欲しくなるものを作ると何が起きるかっていうと、持ってるものよりそっちの方がいいと思ってそれを捨てて買うっていうことが始まるわけです。でこれは工業生産にとってみればありがたいことでつまりいわゆる需要が増えるということなんですね。で大体需要なんてその増えるはずないのに増やしていく。例えば、何でもいいんですけど、時計をたくさん作りました。みんな時計はどこの家にも1個2個あるんですけども、でそれがなんかもっとこう違う時計がこう発明されたりすると、それがすごくいいよっていうふうにこうデザインしていくとですね、それ欲しいな、
電波時計でも流図で巻く時計でもそんなに違いはないんだけど、いかにも電波時計ですってデザインで電波時計っていうのを売り出しますとですね、多少高くてもそっちが欲しくなる。そうすると古い時計は捨ててしまう。これで時計メーカーさんは一儲けできるわけですね。でそんな風にして何から何まで、椅子からテーブルからですね、ベッドからですね、冷蔵庫から洗濯機から、かつてなかったようなものがどんどん作られて、どんどんデザインされて、どんどん魅力的になって、どんどん高性能になって、素敵だってんでどんどん買い替えてですねいくわけです。でこれはもう目に見えて、要するに消費の拡大がそこにあるわけで、それを、我々は業としてプロとして行ってるわけですね。ですからどういうふうにしたらば人が前に持ってるものを捨ててまでそれが欲しくなるかみたいなことがよくわかるわけです。でそれにのっとって、企画を立て、仕様を決め、形を決め、機能を決め、操作性を決め、挙句は色から文字から何から何まで全部決めていくわけですね。で魅力的なパンフレットを作って魅力的なテレビコマーシャルを売って、いかにもそれが世の中の最先端で、それを持ってるととても素敵な暮らしができるような感覚を作り出していく、その作業が言ってみるデザインなんですね。でこれはだからその工芸の時代にはなかったことなんです。仮にあったとしてもそんなにたくさん作れませんから、需要に見合うだけの供給しかなかったわけですけども、で今度はこっちはその需要そのものを作り出しちゃうんですね。それをどんどんやっていく。でそれにデザインというものは随分お役に立ったわけです。それはその製品を作るデザインもそうですけれども、それをこう売っていくためのコマーシャルのデザインとかですね、パッケージのデザインとか、もうお店のデザインとか、ありとあらゆるデザインがそっちを向いていったわけですね。だから日本のいわゆる高度成長期からバブル経済期に至る間で我々仕事してましたから、それがもう普通だったわけです。であんた今度デザインしてもらった冷蔵庫がすごく評判が良くて10万台売れたよとか、掃除機が20万台売れたよみたいな話っていうのはいくらでもあったわけですね。で、それを仕事にしてるわけだから一番最初にですねやっぱり気づくんですね。こんなことしてていいのか、これっておかしいんじゃないかなって、それは思うんだけど、でもそれが仕事だからやろうということになって、事務所を開きスタッフを雇ってクライアントがついてですね、頼まれる仕事を拒まなければ、そうなるわけです。でどうもですね、それが本当にそれでやっぱりまずいよねって言い出したデザイナーたちが世界中にいて最初は主にヨーロッパですけども、でそいつらと我々も我々で、日本でね、なんかおかしいよねってこう言ってたのが一緒になってですね、世界的にやっぱりデザイナーが真っ先にですね、こんなことやっていいのかよ本当にっていうことを言い始めた時期があります。それが1990年に入る直前ですね。余震っていうか、予感みたいなもんですね。だから言い出して動き始めた途端に、バブル経済が崩壊していくわけです。でそうなると世界中の人がですね、主に経済先進国の連中が、これちょっとこのまま体制続けられないなっていうふうに思い始めて、で、その時に2つの道が分かれるわけですね。一つは経済を立て直して今以上にどんどん経済成長していかなきゃいけないから、ねじ巻いていこうっていう考え方、そのために何したらいいか。もう一つはそれを機に、ちょっとクールダウンして考え直してみようっていう両方生まれてきて、で私なんかはねもうそれまで好き勝手やり放題やってたんで、ちょっと待てという方に傾いたんですね。で、ヨーロッパの連中と一緒に、集まってですね、ヨーロッパ行ったり日本に来てもらったりいろんな話をして、で我々としてどう考えるかっていうことを模索始めました。それ以来私はずっとですね今に至るまでその地球の環境の問題だとか、気候変動の問題だとか、
あるいは社会の歪みだとかですね、そんなこととものづくり、産業、マーケティング、デザインみたいなことを一緒くたに考えることを続けてきてるんですね。さて私がですね